久しぶりにウミウシーナを発見したので状況を確認してみたら自分はバレンタインにトレーナーに義理チョコすら渡さないレベルの親愛度しかないと思われていたとのことでウミウシより賢い森の賢者ゴリラとしてアドバイスをするジェンティルドンナ。あら、この聞き覚えのあるおえつは。ビルシーナさんのウミウシーナの姿久しぶりに見た気がしますわね。この姿になるということはまたご自身のトレーナーと一悶着あったということね。一悶着というか自滅というか。トレセンウミウシ翻訳アプリはもう削除してしまったからまたインストールしないと。よろしい、言いたいことがあるなら存分に語りなさいな。バレンタインに向けてトレーナーさんに送るチョコレート作りの練習をしていたんです。あら、可愛らしいこと。今から練習とは気合入ってるなお姉ちゃん。ニブチン相手にはそれくらいじゃないとダメか。それがビブロス経由でトレーナーさんにバレて。別にいいでしょう。どうせ渡すつもりだったのだし。日頃のトレーニングもレース本番で勝利をつかむためのもの。それがどのようなものであれ努力する姿は美しいものよ。まして自分が信頼しているトレーナーでしょう？笑ったりなどはしないでしょうに。トレーナーさんからこう言われたんです。ビルシーナからチョコを贈られる幸せ者が羨ましいよって。ああ。ビルシーナさえ良ければ義理でもいいから自分にも欲しいって。とんだクソボケですわね。まるで伝わっていない思い。悲しいな。この前振りがあったせいで私がトレーナーさんにチョコを渡してもそれは義理扱いになっちゃうじゃないですか。あら、怒りでウミウシ化が解除されたのね。ウミウシ化なんてしてられませんよ。ほほほ、あれだけ毎度ウミウシ化しておいてよくもまあそんなことが口にできますわね。ビルシーナさん、あなたのウミウシ化記録はジャーニーさんに次ぐ2位なのよ。また2位。悔しがるところなんですかね。いずれにせよ姉上の記録は抜けないよ。姉上はウミウシだけでなくゴンズイナメクジと形態変化するからな。へこたれている暇はないはずでしてよ。ジェンティルさん。力ずくで分からせてあげなさい。誰があなたの本命なのかを。ゴリラが上から目線でアドバイスしてくるわ。ほほほ、ゴリラは森の賢者と呼ばれる程度に知能が高いと以前お伝えしたでしょう？少なくともウミウシよりは恋愛指数も優れていますわ。ウミウシは雌雄同体だからな。雌雄同体だからこそ男のことも理解できるのでは？理解できてたらこんなことになってねえよ。ビルシーナさん、物は考えようですわ。どういうことです？義理でもいいから欲しいと言われたのでしょう？そうですけど。であれば十分ひっくり返せますわね。ジェンティルさん。ビルシーナさんは思考から改めた方がよろしいのではなくって？甘いものは苦手だから義理チョコもいらない。今回は義理でもいいから欲しいと言われたようだけれどトレーナーからそう言われたらビルシーナさんはどうなさるおつもりかしら？それは、残念ですけど、仕方ないかなって。はぁ、とんだ恋愛クソ雑魚なめくじですわね。誰がナメクジですか？だって苦手って言われたら諦めるしかないじゃないですか。嫌いなものを送るなんてまさに嫌がらせでしょう？甘い。その思考が敗者の思考だとまだわからないのかしら。ビルシーナさんは本当にトレーナーの心を奪うつもりがあるのか疑わしいものね。言われたままに従うだけなら幼稚園児でもできますわよ。ならあなたはトレーナーからジェンティルドンナは強敵だから同じレースは避けようと言われたら言われたまま従うのかしら？そんな逃げるようなこと誰がするもんですか？けれど思い人からチョコは不要だと言われたら残念だけど仕方ないと諦めるのね。いくら客室的に逃げが得意だとしても恋愛で逃げを打つなど悪手でしかない。渡せない理由を見つけて自分を納得させて諦めているようでは恋愛という戦争に勝つ気がないと思われて当然よ。じゃあジェンティルさんはどうするんです？チョコはいらないって言われたとして。渡すに決まっているでしょう。渡すんですか？当然でしょう？バレンタインデーだというのに。だってそんなことしたら嫌われちゃいますよ。嫌われるわけないでしょう？私が見込んだトレーナーですのよ。それに私はチョコを渡すとは言ってませんわよ。は？大事なのは気持ちを伝えること。チョコはその媒介に過ぎませんわ。まあそうかもしれませんけど。そのチョコが苦手だから不要ということであればチョコ以外の何かを用意すればいいだけのこと。
実際のところ私はバーチディダーマをトレーナーに渡すつもりですのよ。バーチディダーマ。バネーかな？ドンちゃん3区にいてもおかしくなかったかもしれんな。バーチディダーマ。技名かな？地獄の断頭台みたいな。バーチディダーマはピエモンテ州鳥の発祥のチョコレートをクッキー生地でサンドしたイタリアの焼き菓子、貴婦人のキスを意味しクッキー生地を唇になぞらえ名付けられている。この人 X でごまかしてる。この人ごまかしてるわ。X がキスなのはごまかしじゃなくてそういうスラングだよ姉さん。ジェンティルさん、私のこと恋愛クソ雑魚なめくじとか言っておいてなんかそれはちょっとずるくないですか？これが価値をつかみ取る者の思考ですわ。子供のお使いじゃあるまいし言われたまま従っているだけでは勝てる勝負すら負けるかもしれなくてよ。むしろトレーナーの心を手に入れたいのなら諦めずにならどうしようと次の一手をどうして考えないのか不思議でなりませんわ。これは本当にそう。栄養食だが言われたこと聞いてるだけなら人間じゃなくてええやんってなるからな。買わないと言ってる客に買わせてこそなんだよ。けれど安心なさいな。え？ビルシーナさんは義理でもいいから欲しいと求められているのでしょう？そうですね。不要という方に渡すよりよっぽどハードルは低いですわ。まあ、そうなるんですかね。一度現状を整理しましょう。まずビルシーナさんのトレーナーは義理すらももらえないと思っている。私ってトレーナーさんからどう思われているんでしょう。なぜそんなことを悩むの？今どう思われてようが最終的には自分のものにするというのに。とんでもないポジティブゴリラだわ。気の持ちよう次第でどう転ぶかも変わりますのよ。でもさっき言ったように今の状況で私がチョコを渡しても義理チョコ扱いされちゃうんじゃ。本命ですと言えばよろしいじゃないの。いや、それはちょっと。あらあら、ウミウシ科の次はファルコン化するのね。それは恋愛において敗北者の象徴よ。それでもいいのかしら？だってそんな、恥ずかしい。口にするのが恥ずかしいのならチョコに本命ですとでも書いておきなさいな。義理すらももらえないと思ってる方に本命を渡すのは威力バフが乗りましてよ。現状を嘆くのではなくこの現状を活かして最高威力の一撃をトレーナーに見舞ってやりなさいな。ビルシーナさん。言いにくいんですけど。ええ。私のトレーナーさん、鈍感なところがあって。いくら鈍感だとしても本命と伝えれば気持ちは伝わるでしょう？心配するだけ時間の無駄ですわ。本命をくれるなんて嬉しいよ。そこまで信頼してくれてたんだな。は？こういうことを平気で言うんです。もしそんなクソボケな答えをしてきたらもう物理的に分からせなさい。力は馬娘である私たちに分がありましてよ。力の差を見せつけてやりなさい。わかりました。私、頑張ります。トレーナーさん。やあ、ビルシーナ。これ、受け取ってください。あ、チョコだ。嬉しいな、ありがとう。でもごめんね、義理とはいえ用意するの手間だったよね。違います。違う？本、スキルのヒント本かな？いいとも、チョコのお礼に用意しちゃうよ。本気の感謝の気持ちを込めたチョコです。そうなの？やったね。やれやれですわね。けれどあなたは不当不屈の女王。このままでは終わらないでしょう。来年に期待するとしましょうか。なんで当然のように見てるんだよ。大切で見てて面白い後輩兼ライバルだし。お姉ちゃん特別なバレンタインまだ来てないから今年が楽しみだね。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。